こんにちは、小写真研究員の江桜です。日本人がお蕎麦を食べるようになったのは縄文時代からだそうです。最初はお餅のような形でしたが、私たちが今食べている細い麺になったのは江戸時代からだと言われます。今回はそのお蕎麦のお話です。第8話、蕎麦、どうぞご覧ください。江戸っ子たちが軽いつまみで酒を飲んだ後の帰り道、少し小腹が空いたら食べたくなるのが蕎麦である。とは言っても夜も更ければ蕎麦屋はすでに閉まっている。そんな時にちょうどいいのが屋台蕎麦。かけ蕎麦を売り歩くこの屋台蕎麦は夜9時から明け方まで営業するので、夜の鷹と書いて夜鷹そばと呼ばれた。そばを茹でる鍋につゆを温める鍋、つゆが入った壺に丼など、この両側に固定された縦長の荷箱に収められている。よく見れば屋根までついているので、これを担いで移動するのはさぞかし大変だっただろう。こちらは仕事帰りの職人が蕎麦屋で一杯飲みながら蕎麦を食べるといったところだろうか。ところで蕎麦といえば、そろそろ年越し蕎麦の時期になる。その年越し蕎麦を食べる習慣は江戸時代からのようである。長く伸びるところから延命長寿、切れやすいところからその年の老苦や災厄が打ち切れる。金銀細工の職人が金粉をかき集めるのにそば粉を混ぜて寄せたところから金が集まるという縁起物として年越しそばを食べる習慣は広まった。蕎麦は活気の予防や改善に効き、値段も安い。大晦日に限らず庶民はよく口にした。こちらは蕎麦の出前餅。片餅でせいろを30から40も運んだ職人技の者もいたようだ。今度は出前の蕎麦を家族で食べているのだろう。右側の女性が何か不服そうな顔で蕎麦を眺めている。幕末期、蕎麦の値段は16文であった。一時15文まで値下がったこともある。蕎麦だけが値上げをすることができないと、蕎麦屋が幕府に値上げを陳情した。ところが、幕府は聞く耳を持たない。蕎麦屋は懲りずに何度も陳情し、やっと幕府がその裁定を下す。それはせいろの底上げを許可したもので、見た目は大盛りだが蕎麦の量を減らすことができた。その底上げをしたせいろが現在も使われている揚げ酢のせいろである。こちらの蕎麦も揚げ酢のおかげでかなりの大盛りに見える。慶応年間、蕎麦の値段は16文から20文、24文と値上がり始め、明治の改元とともに5厘となった。5厘は50文に相当する。いきなり倍以上の値段となったのだ。この写真を撮影した金丸源三は、値段の割に量が少ないことを風刺したのだろうか。写真はちょうど蕎麦が5厘になった頃に、蕎麦屋が多くあった浅草の社場で撮影されている。